僕も水月釜でこんなことを一回こんな会話したことないでね。何にも教えてもらったことない。そうやね。自分の技術を言葉にしている。高台からの立ち上がりが一番決め手となって、ここが角度があるほど腰高になる、でないほど沈んだ形になる、で次立ち上がりから次の腰の真ん中がここが一番大事で、ここのカンナの幅を広く取るか短く取るか、で最後絶対水使った方がやりやすい。そういうことね。だけど僕さっき菊練りでもそうやけども、あまり菊練りしない、この中の空気入っててもあまり気にしないっていうのは、ここで土を締めています。土を締める、その密度を高くする、で水使うと密度が高くならないので、ろくろで作ってもこうやって、密度が低いとこの厚さに対する、なんていうかな、土の密度やね、器がねこう口閉じたり、下がったりします、自然に。わかる？いくらこのカーブ作っても、このろくろで締めてないとこう元に戻ろうとする、下がったり、慣性の法則で外に広がったものが戻ろうとする。多分こういう話はね、よっぽど口にしないと思う。僕も水月釜でこんなことを一回こんな会話したことないでね。何にも教えてもらったことない。そうやね。自分の技術を言葉にしている。今まで数年前までやっててもそんなことを話す人も誰もいなかった。そうやね。後継者を本当は僕のさ、若い衆っていうのをさ、本当はやっていたかった。これが今でも夢なんやけど、そうやね。自分の技術を伝えたい人がいるっていうのがね、これが YouTube ご覧になってる皆さん、何をろくろの前で何喋ってるのかわからんかもしれんけど、分かる時が来ればいいなと思う。だからたびたびこうやってろくろで解説したいなと思います。いつもね、僕ね、どうしても口がね閉じ気味になるんやね。乳母口っていうか、乳母口ってわかる？おばあさんの口。違う。ほら昨日のさ、マザーグースのおばあさん、NHK の日曜日6時からやってるあのおばあさん、何やったかな、名前忘れちゃった。あのおばあさん魔女みたいや。最後晩年の姿なんで、歯がなくなるとさ、みんなこういう人になってもや。ターシャ。ターシャの晩年、歯がなくなるとさ、なくなる。そうだね。もう口がこう内に入ってまうよね。あれ乳母口っていうんだけど、そうなんや。何でもお茶道具を乳母口っていっぱいあるよ。釜でも、そうだね。鉄瓶とか茶釜でもね。だからもうどうしてもね乳母口になっちゃうよね、口がね。これは僕の癖。豊洲でも多いわね、こう口が入る。水月釜入る方がなんかすごいうまいような印象を受けるけど、そうではないよ。その上手っていうのは何もないけどね。関係ないよ。そうなんや。へえ。そうか。そうなんやね。大変だこりゃ。ギャラリーがびっくりした。何すごいね、面白いね。水月釜豊造でもこ
今度この器をひっくり返してああいう下これね、今持ってきたけどまた今度にしようかな、削るのは。本当やね。これシッタって言うんですけど、ろくろの中心に置いて今度はここの器の高台部分を削ります、この器ひっくり返してあのシッタの上に乗せます、で削るのはあわちゃん動画で陶芸教室です。こんな感じになるよね。はい。削り。京都なんかだと削りは細かいカンナ跡をいくつも作っていきます。清水とかね。清水って江戸時代前期から始まる、仁政乾山から始まるあの造形は削りが、細かいね。不思議っていうか、そのあれでしょ、遠州のきれいさびから始まるわけやで、美濃とかもっと原始的な焼き物はよく英二郎さんが言う裏側見ないとかね、削りなんかどうでもいいんや、本当に。でも、水月窯や豊蔵の場合は、ここを123カンナ跡を3つにします。高台からの立ち上がりが一番決め手となって、ここが、角度があるほど腰高になる、でないほど沈んだ形になる、で次、立ち上がりから次の腰の真ん中がここが一番大事で、ここのカンナの幅を広く取るか短く取るか、で最後の腰の一番トップ、だからウエストに近い部分になってくるわね、ここが大事でね、やっぱ造形的な力強さっていうのは、削り面の面と面と面でできてるわけだから、この角っちょを強調させることもできるので、割と大事な作業が削り。これなんやろ、ちっちゃいご飯じゃんみたいな、ちっちゃい碗かこれ。ここから1割ぐらいちっちゃくなるので、何を僕は作ろうとしとったんやろね。あれじゃないの、あれ茶碗、これを一応作る予定。それいつも僕が毎日使ってる水月窯の色絵用に作ったご飯茶碗で、裏書きの固形山水月窯は荒川豊蔵の長女の敏子さんが水月窯で絵付けしようと。めっちゃレアな焼き物ですよ。すごいね、こんないいやつをね。さてもう終わろうかな。はい、じゃあ、はい、ちょっと一旦消して。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。